こんにちは、みすずです。今日はヨーグルトでこねるかぼちゃチーズナンをご紹介します。国産小麦とヨーグルトを使ったお砂糖なし発酵なしのもっちり生地でスパイスで蒸し煮にしたかぼちゃを加えるチーズナンです。材料はこちら。かぼちゃをなしにしてもらって普通のチーズナンにしてもいいですよ。またチーズナンやナンの生地は過去にも何度か動画でご紹介していますが、例えば国産強力粉の代わりに古代小麦を使っていたり、ヨーグルトの代わりに炭酸水を加えていたりと若干違う配合のものもあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。炭酸水が入るとさっくりした生地になります。ヨーグルトだけでこねるともっちりとした生地になります。では作り方です。まずは生地を作っていきましょう。ボウルの中に国産強力粉 150g 入れてお塩とベーキングパウダー計量します。台は消毒しておきましょう。消毒液を吹きかけて使っていないキッチンペーパーでザザッと拭き取ります。ボウルの中の粉は泡立て器でザザッと混ぜて均一にしておきます。この中にプレーンヨーグルトを加えます。ヨーグルトは濃いワインのものを使っています。メーカーによって水分量変わってくるので、ちょっと様子見ながら 130g ぐらいからちょっと様子見つつ加えてあげると失敗ないですよ。スケッパーで練らないように切り混ぜます。全体に水分が行き渡ったら手でざっとこねましょう。粉っぽいところがなくなるまでまとめたら台にすぐに出します。今回はパン生地ではないのでしっかりこねなくっても大丈夫です。台に出したら棚心、手のこの辺り使ってぎゅーっと体重をかけて生地を均一にしていきます。均一にするって言ってもほんとツヤっと滑らかにパン生地のようにこねるわけではなくって、粉々のところ、ブツブツダマのところとかがない状態になれば OK です。ナンはパンではないのでしっかりこねてグルテン出す必要がないです。全体均一になったら手を一旦このベタベタの手で丸めようとするとくっついてなかなか丸まらないので、一旦きれいに洗ってから丸めて閉じてあげてください。閉じ目を下にしてボウルに入れてラップをかけます。室温で30分。もっと長い時間休ませたい方は冷蔵庫に入れてください。前日に作って一晩置いてもいいですよ。長く休ませてあげるとその分生地が緩むので、この後で成形がしやすくなります。大きく伸ばしやすくなります。休ませている間に具材を作りましょう。かぼちゃは加熱してそれを冷ましたいので、こちらも早めに用意しておいてあげてください。8分の1個程度使います。適当に切ります。あとニンニクですね。お子さん用だったらニンニクなしでも OK です。皮を剥いて芯を取ってみじん切りにします。また今回はニンニクだけですが、生姜も加えてもらってもいいですよ。あと鷹の爪入れてもらってもいいです。玉ねぎですね。4分の1個ほど、こちらもみじん切りにしておきます。はい、全部切れました。では加熱していきましょう。厚手の鍋に油を入れてスパイスを加熱します。今回はローリエとキャラウェイ入れてます。鷹の爪入れる場合はここで入れてください。キャラウェイの代わりにクミンでも OK です。ニンニクも加えて、生姜入れる場合は生姜もここで加えます。弱火にかけます。香りが立ったら玉ねぎを加えてさらに炒めます。火をやや強めてもらって玉ねぎがほんのり茶色くなるまで炒めましょう。こんな感じでほんのり茶色くなってきたところでかぼちゃを加えてさらに炒めます。ザザッと炒め合わせてかぼちゃ全体に油がなじんだらお塩とカレー粉を加えます。カレー粉は我が家は自家製の辛くないものを使っています。自家製カレー粉の作り方も概要欄にリンク貼っておきますね。あと焦げつかないようにお水を加えて蓋をします。弱火にして8分ほど、かぼちゃに火が通れば OK です。7、8分蒸し煮にしましょう。蓋を開けてかぼちゃに火が通ってるか確認してあげてください。もし途中でジリジリいってきて焦げそうになったら水を足したり全体ざっと混ぜたりしてあげてください。かぼちゃが柔らかくなったら火を止めます。蓋をしてこのまま10分ほど置きます。これで10分後ですね。こんな感じで出来上がりです。このままだと熱いのでボウルに取り出して冷ましつつ潰しましょう。
かぼちゃが大きいと生地の中に包みにくくなるので、粗く潰しておいてあげてください。ここはお好みでしっかりとマッシャーで潰してもらってもどちらでも OK です。食感をちょっと残したい場合は粗潰しにします。では生地に戻りましょう。休ませた生地、さっきよりもちょっとしっとりふわっとしています。ここに打ち粉をします。打ち粉は我が家では玄米粉を使ってますが、通常は強力粉を使います。生地の上と台に打ち粉をします。分割しましょう。半分にカットします。一つずつ丸めましょう。この後で円形に伸ばしたいので、ここで丸くしておけば円形に伸ばしやすくなります。逆にここで四角とか変な形になっていると丸く伸ばしにくくなるので、ここは丸くしておきましょう。オーブンシートを大きめに広げて、その上に伸ばした生地を乗せていきます。生地の伸ばし方は手でビヨビヨとやると簡単に伸びるんですけど、綿棒を使いたい方は綿棒でもいいですよ。綿棒の場合は中心から外に向かってかけていきます。手で伸ばす場合も真ん中から生地を外に持っていく感じで引っ張ってあげてください。周りをぐるっと一周残してチーズを広げます。チーズは 40g 乗せて、かぼちゃを乗せて、その上にもう一回チーズを乗せて合計で80使います。こんな感じですね。でこれだとそんなにチーズドロリーンにならないので、ドロリーンが好きな方はもっとたっぷり入れてあげてください。マヨネーズを絞ります。油が入るとチーズがとろけやすくなります。でもう1枚の生地も同様に伸ばしましょう。中央から外に向かってちょっと引っ張るような感じにしてふわふわっと伸ばしていきます。打ち粉を払いながら伸ばしてあげてください。伸ばした生地を上にかぶせます。で周りを閉じていきます。気持ち下の生地の方を大きめにしておいてもらって、上にかぶせるようにして閉じてあげてください。閉じ目が開いてこないようにしっかり閉じておいてくださいね。さらにかぼちゃと具材がなじむように、中に空気入ってないように上からギューギュー押さえます。オーブンシートが邪魔なので余分をちょっとカットしておくとこの後で移動しやすいです。では焼いていきましょう。フライパンをしっかりと熱してバターを溶かします。鉄フライパンの方がナン生地に良い焼き色がつくので、鉄フライパンをお持ちだったらそちらを使ってあげてください。生地をのせてシートを剥がします。蓋をして5分間弱火で蒸し焼きにします。途中でもう焼き色がついちゃった場合はひっくり返してあげてください。焦がさないように注意して焼き色がついたら裏返します。こんな感じでこんがりと良いきつね色になっています。裏も同様に焼きます。同じく5分焼いて生地に火が通ったら取り出します。今回はバターを敷いて焼きましたが、バターなしでそのまま焼いてもらってもいいですし、オーブンシートを使ったのでシートごと焼いてもらってもいいですよ。そうするとひっくり返しやすくなりますが、焼き色があんまりつかなくなります。ではカットしましょう。今回はお店のように4つにカットしました。ここはお好みで6つでも8つでも縦切りにしてもお好きなように切ってあげてください。こんな感じでチーズがめちゃめちゃドロリーンではみ出てくるわけではないので、もっとたっぷりチーズ包みたい方はたくさん入れてあげてください。またとろけるチーズを使ったりマヨネーズをもっと増やしたりしてあげると、よりチーズがとろけ出やすくなりますよ。最後まで見てくださりありがとうございました。今回はスパイスで蒸し煮にしたかぼちゃを包んだチーズナンをご紹介しました。紫芋を焼き芋にして包んださつまいもチーズなんていうのも過去動画にあるので、概要欄にリンク貼っておきますね。また小麦粉は食べるときどうしても罪悪感が伴うかと思いますが、グルテンの害は気になるけど小麦が食べたいっていう時は普通の強力粉よりも古代小麦を使ってあげた方が向きます。古代小麦のナン生地も概要欄にリンク貼っておくので、気になる方はそちらの生地を使ってくださいね。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。かぼちゃ以外でもお店にあるようにひき肉を包んだりチキンティッカを包んだり刻んだかぼちゃを包んだり、あんこやチョコレートのナンなどもありますよね。お好きなものを包んでみてください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。
このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。